こんにちは、高知さやかです。皆さんお元気にされていらっしゃいますでしょうか。暖かくなってきては少し寒くなったりとか、暖かくなってきたことによる花粉症がね、辛くなってきている方もいらっしゃるのではないかと思います。最近ちょっと本編の動画で私からお伝えするっていうことをあまりやってきてなかったので、今回ちょっと2つニュースを共有したいと思います。1月末から8日間イベントがあって、それに参加するためと、ちょっとアメリカから帰ってきて次は屋久島だなってちょうど思ってたところにそのイベントのお話があったので行ってきて、いろいろ考えましたが屋久島に住むことにしました。3月1ヶ月だけね屋久島に滞在して、ちょっとやりたいことをやろうと思っています。でそのやりたいことっていうのが、今まで4年前ぐらいからかな、内側のコミュニケーションっていうところに関わらせていただく、人間というか人間関係も含めてねっていうお仕事をし始めてから様々学んできました。私も私なりに自分事として、体験しながら学んできたんですけど、ちょっとそれを一回ガラガラポンとして本当に私の作りたい世界っていうところに照らし合わせて編み直しをしたいなと思っていて、そのね集中的にやる場所としてとても素敵なんじゃないかなと思ったのと、もう一個は、東京から鹿児島に帰ってくる時にぼんやりと思ってたんですけれども、リトリートの研修をしたいなってずっと思っていて、屋久島いいんじゃないかなというふうに思ってきました。で実際に一緒にやれそうな方にも出会えたりしたので、1ヶ月滞在しながらちょっとそのプログラムを、考えていくっていうことをしようかなと思ってます。屋久島の、自然はすごくこれまで見た海外を思い出すような、どこにいるのか分からなくなるような自然で、少し鹿児島の他の島とは違うなと感じて、他の島もそれぞれ好きなんですけども、ちょっと海外っぽいね一番っていう感じがしました。モッチョム岳とかすごいリオデジャネイロみたいだったし、私にとってみたら。であとは平内海中温泉という干潮の時しか入れない温泉があるんですけど、海だよね。海の中に湧いてる温泉に干潮の時だけ入れるっていうところにすっぱだかで入って、星空を眺めながら入って、とても幸せな気持ちになったので、少しこの場所にいようかなというふうに思ったところ、お家が見つかったので、まだ車は見つかってないんですけれども、行こうかなと思ってます。そしてもう一個のニュースとしては、1月1日に能登半島地震が起きましたね。でそこからずっと何ができるかなっていうことを考えてたんですけど、私はコーチなので、人の話を聞くことしかできないなっていうところから、人の話を聞くっていうことがどんな可能性があるのかっていう、いろいろね、これまでの学びとか、これまで自分自身が聞いてもらうことで自分自身に起きた変化だったりってことを思い出していてですね、改めてそのあるがままを話せる場、そしてそれを聞く場っていうのを作ろうかなというふうに思ってます。あるがままを聞かれる体験ってね、やっぱりそんなに日常で多くないんですよね。これは言わない方がいいかなとか、なんかカエルみたいな音がしますけど、そう、これは言わない方がいいかなとか、ここまで言うと自分が崩れ落ちそうだから話したくないなとか、いろんなことでみんな制御して感じないようにして話が終わっていくんですけど、感じきらない経験ってずっと残るんですよね。そしてそれを感じないようにしてるので、意識に上りにくくて無意識の中に埋もれるんですけど、そこからずっと影響を受け続けるっていうことがあります。なのでなるべく自分自身が感じていることをあるがまま感じられるような場っていうのを、そういったコミュニケーションを学んできた仲間と、今企画してます。でもう1ヶ月ぐらいいろんな話をしながら、私たちもこのやりたいことの理解を深めて進めてるんですけれども、もう少ししたら一緒にやる方たちと動画を出せるかなと思うので、その展開も、もうしばらくしたらスタートしたいと思います。はい、これが2つのお知らせです。ここまで学んできたことを振り返りながら、実はシンプルなところに落ち着くんじゃないかっていう予感がしています。
やっぱり感じるコミュニケーションっていうのがこれからとっても必要になってくる。それは物事を伝えるってこともそうだし、物事を受け取るってこともそうだし、人と人とが共に歩むというか響き合うっていうところでもそうだし、そういった意味でその感じるセンサーっていうのを開いても大丈夫な社会っていうのが目の前にないので、みんな閉じたままだと思うんですけど、それを大丈夫だって感じられるような、開いても大丈夫、影響を受けても大丈夫って感じられるような体験を、いろんな方にしていただいて、そういう世界があるんだっていうことを一緒に感じ合えたらなと思ってます。はい、今言いながらちょっとびっくりしてますけどそういうことがきっと私はやりたくて、ここまで歩んできたんだなと思ってるので、それをどういうふうにね、誰とどういうふうにやっていくのかっていうのは今年きっとやっていくんだろうなという感じがあります。でなぜか屋久島に1ヶ月いることになったので、その中でまたね、改めて楽しみながら修練していきたいと思うので、またアップデートしていきたいと思います。近々ですね、7月末になぜ屋久島に行ったかというところでの、ダンスコンタクトインプロビゼーションというダンスをやってらっしゃる、それを日本に持ってこられたダンサーさんとの対談も来週撮ろうかなと思っているので、まずそこからお話ししようと思います。はい、ではご報告でございました。皆さん見てくださってありがとうございます。これからも見守っていただけたら嬉しいです。では良い一日を。